16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はウォーターベッドの第3回目。ウォーターベッドで枕を使うとどうなるのというお話をしていきたいと思います。これはなかなか手に払えない情報だと思うんですよね。枕研究所ならではのウォーターベッドと枕の関係について詳しく実験を伴って説明していきたいと思います。よろしくお願いします。いろんな枕ありますね。整形外科枕、オダメドの枕、タオルで作ることのできる自作の枕、ふかふかの羽毛の柔らかい枕、凹凸型のウレタンの枕。果たしてこういったものウォーターベッドで使えるの？皆さん疑問に思ってるんじゃないでしょうか。今日はですね、世界にまたとない透明のビニールバッグのウォーターベッド当研究所に準備しました。これでこれらの枕でどうなるか一つずつ見ていきましょう。はい、その前にちょっと理論的なところをご説明したいと思います。こちらご覧ください。山田しおり枕研究所では枕インベッドというオーダーベッドのマットレスもございますし、コイルのマットレスも扱っております。このような中がコイルのバネになっているいわゆるコイルマットレス、しっかりした腰の沈まない布団、こういったもので寝た時は枕の高さを調節することによって上向きで寝た時に首の角度が約15度ぐらいにするのが最適ですよっていう話をしてきました。もちろん寝返りを打って最終的に枕の高さを決めますが、上向くとおよそ15から20度ぐらいの範囲に入ると考えているんですね。これはあくまで腰をしっかり支える寝返りが支点に、腰が支点になって寝返りがちゃんと打てるマットレスの場合だったんですが、これがひとたびウォーターベッドでもウォーターベッドといっても2つ種類ありましたよね。何でしたか？ハードサイドタイプとソフトサイドタイプですね。これ分けて考えなきゃいけないので、まずハードサイドタイプ、要はサイドが硬いもの、木の枠など硬いサイドの中に、バッグが入っていて、ビニールバッグが入って、その中にお水が入っている、要はフローテーションなんて言われるフルに浮力がかかっているような、ウォーターベッドの場合なんですけれども、これ枕どうだと思いますか？やっぱりその体が沈むと思うので枕は高くなっちゃうんじゃないですかね。高い枕が必要ってことですか？低い枕が必要なんじゃないでしょうか。そうなんですよ。なんと究極のフルフローテーションウォーターベッドにおいては、私の見解では枕がいらないんじゃないかと、何の枕もいらないんではないかと思います。もちろん冬はちょっとヒーターを入れてて頭が熱くなるのでタオル程度引いていただいて熱がこもらないようにはした方がいいんですが、いわゆる高さという意味では、必要ないんだと思うんですね。実験後でやってみましょう。はい、これはですね、理論としては枕を使わなくても首の角度が適度に15度近くになるんですよ。はい、ご存知ないかもしれないんですが、20年ぐらい前にね、 NHK のとっても有名なガッテンという試してガッテンっていうテレビでこのテーマについて取り上げていただいて、実際に、この水に浮かんだ浮力に浮かんだ女性の首の角度をプールで視界という、非常に塩分の強い、水を準備して視界と同じ状態を作ってですね、視界死の海と書いてヨーロッパにある視界、すごく塩分濃度が高くて何もしなくてもふかふかと浮かんでしまうと言われているその視界と同じ濃度にした
水の上ではなんと首の角度が15度になったんですよ。そうなんですね。はい、これ試して合点で実験したところ実証された事実です。なので、おそらく同じウォーターベッド、水に浮かんだ状態だと15度ぐらいになるっていうのは、かなり確実な、実験結果になるんじゃないかと思うんですね。はい、ではまずハードサイドタイプお話しました。次にソフトサイドタイプについてなんですが、これどういうものだか覚えてますか？はい、マットレスの中に水と、この中にコイルだったり、はい、ファイバー素材だったりが入っているタイプですね。そうですね。水だけではなくコイルやファイバーが入って浮力を調節しているので、要は水だけのタイプとコイルだけのタイプのハイブリッド、真ん中ぐらいに位置する、のベッドだと言えそうですよね。はい、で、そういったコイルのベッドだと実は水だけではないので、だんだん枕が必要になってくるんですよ。でもウォーターベッドで枕なし、コイルベッドだと枕の高さは人によってそれぞれ違う、この中間ですので、水とコイルの混ざったものですから、なかなか一筋ならではこれですよとは言えないんですね。ここはご自分で丁寧に調節しながら、寝返りが打ちやすいか、上向きで苦しくないか、横向きで体軸がずれないか、これらの条件をもとに丁寧に枕の高さを自分で決定しなければいけないという枕調節が必要になるものなんですね。あなたは何センチですよ、男性だから何センチですよとは言えないわけです。はい、では実際に今日はこの実験をしたいと思いますので、後ほど楽しみですね。はい、楽しみです。透明のバッグの中でどのように枕を使うと快適なのか不快なのかやってみましょ先生、将来的にウォーターベッドも買いたいなとか思うんですけど、先生はどのタイプがおすすめなんでしょうか？ハードサイドタイプ、ソフトサイドタイプ、どちらがおすすめかっていうことを聞いてらっしゃるわけですね。なかなかこれ難しい回答で、人によってもすごく意見は異なると思うんですよ。これを販売してらっしゃるベッド屋さん、ベッドメーカー、おつかわさん以前にご紹介しましたが、ウォーターベッドの第一人者のおつかわ氏などによっても意見は異なるんですが、ここではあくまで整形外科医の私としてお話をしたいと思います。それで言うとですね、私はやっぱりフルフローテーションタイプ、ハードサイドタイプ、いわゆる水だけの入ったウォーターベッドをおすすめしたいなと思うんですね。そもそもウォーターベッドを使おう、こういうコイルのベッドではなくウォーターベッド系を使おうと思うんであれば、理由としては最大限に浮力を利用した状態で寝ていただけたらと思うからなんです。要は浮力によって、自然界の力によって人間の体の体圧が分散されて、もし同じ格好でずっと寝ても床ずれができない、これはすごく自然界の力としてまだ未知なんですけれども魅力的な効果なんですよ。そのせっかくの水の浮力を何か、プラスチックのコイルとかファイバーとかいろいろなもので揺れを防いで酔わないようにハイブリッドにしていくっていうのは対処方法、進化としてはありかもしれませんが、やっぱり本来のウォーターそのものの力はだんだん落ちていくわけですから、私はウォーターベッドを使ってみようという思う方であれば、ぜひ一度はこのウォーターのみのハードサイドタイプ、フルフローテーションタイプを使ってもらいたいなと思います。そのためにもですね、ぜひすぐ見てカタログで買って買うのではなくて、店頭に行ってベッドメーカーのショールームさんに行って実際に寝てみて、自分は酔わないのかどうか、
この浮力で動くことに気分が悪くなったり体調が悪くなったり、時にはめまいを起こる方もいるので、そういった体調不良が起こらないか少しじっくり体験をすることをお勧めしたいと思います。はい、それをした上でどういうタイプにしようかな、いろいろな選択肢あると思いますが、あくまで私の、おすすめとしてはこちらのハードサイドタイプになりますので、よろしくお願いいたします。では、ハードサイドタイプとソフトサイドタイプ、今日はハードサイドタイプのフルフローテーションっていう水だけのバッグ、世界で初めての透明のバッグによるウォーターベッドをこちら研究所の中に設置しましたので、実際に浮かんでみて体験してみましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。楽しみですね。はい、この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。